1989年12月14日に稼働開始し大ヒットした今でも根強いファンがいるベルトスクロールアクションの金字塔ファイナルファイトシリーズ栄光と没落の歴史。何が起こったの？ストリートファイター2の生みの親西谷彰がメイン制作者として開発したタイトルになる初代ストリートファイターがアメリカで大ヒットしていたこともあり、ストリートファイター89というタイトルで開発されていたというのは有名な話。カプコン USA からストリートファイターの続編を作れと言われただけで勝手にベルトスクロールアクションを制作した。なんでアミューズメントエキスポ2でストリートファイター89というタイトルで出展したところ、俺は対戦ゲームを作って欲しかったんだ。どういうことだ？それに対し西谷氏は最初からそう言えって逆ギレしたとかしないとか。その後ちゃんと対戦ゲームとして開発されたのが世界的大ヒットし格闘ゲームブームを作ったストリートファイター2になる。タイトル名を変えてリリースされたのがこのファイナルファイト。初代ファイナルファイトだが、それまでにベルトスクロールアクションとしてクニオくんシリーズやダブルドラゴンシリーズなどあったものの、ファイナルファイトが世界的に大ヒットしベルトスクロールアクションのベースを作った作品と言ってもいい名作。ストーリーだが、超犯罪都市メトロシティの犯罪集団マッドギアにハガー市長の娘ジェシカがさらわれ助け出すために戦いを挑むといったストーリー。ゲームシステムはレバーで移動し、攻撃ボタンとジャンプボタンの2つのボタンでの操作、そしてなんといっても攻撃ボタンとジャンプボタン同乗して発生するメガクラッシュ、後のベルトスクロールアクションの基本システムになっていく。それまでのベルスクと比べキャラクターが大きく、ド派手なアクション、デアエイヤーなどのボイスも印象的で、当時のゲーマーたちの心をわしづかみにし大ヒットしたプレイキャラとして、主人公のコーディマーシャルアーツの使い手で能力が標準的でバランス型になっている。キャラクター唯一のナイフを持って攻撃ができる。キャラ設定が微妙なのかキャラクター人気は最下位。2人目は武神流忍術継承者ガイ。忍者ということもありスピードキャラクター。アジャコング並みの裏剣を使いファイナルファイトをクリアするためのテクニック、ハメパンチが一番しやすいキャラクター。その代わりに火力が全キャラクター1低い。3人目ファイナルファイトシリーズ真の主人公と言ってもいいメトロシティ市長マイク・ハガー。どっからどう見てもクイーンのフレディにそっくり。元プロレスラーということもありパワーファイター。唯一敵を掴んで移動することができ、ジャンプからのパイルドライバーは強力。パンチハメができるのだが一番難しい。正直言って私はハガーでハメパンチができない。メガクラッシュがダブルラディアットなどロシアのレッドサイクロンと被るところがあり、ストリートファイターシリーズに唯一参戦していないキャラクター。そんな初代ファイナルファイトの移植作としてリリースされたのは1990年12月12日にスーパーファミコン初カプコンタイトルファイナルファイトになる。やはりスーパーファミコンということもあり3人のプレイキャラは人気キャラガイがリストラされ、コーディハガーの2人のみ。ステージ4インダストエリアもなくなり、それに伴いボスのロレントもリストラ。最大にがっかりしたのが2人同時協力プレイができなくなっている。なぜなら1画面に一度に出現する敵の数がアーケード版は10人に対して3人とかなり少なくなっている。なのに処理落ちまでする。とはいえこのスーパーファミコン版ちゃんと操作性も良く、グラフィックや BGM は劣化しているものの再現度は高い。当時街のゲームセンターは怖いお兄さんが多かったので、私の世代と同世代の方ならこのスーパーファミコン版の方が馴染みがあったはず。私自身もアーケード版よりもこのスーパーファミコン版を一番プレイしている。移植作品2作目としては1992年3月20日にスーパーファミコンにリリースされたファイナルファイトガイ。前作ではガイがリストラされていたがガイが使いたいぞという声に応え、このファイナルファイトガイがリリースされた。ガイが参戦する代わりにまさかの主人公コーディがリストラ。追加要素としてワンナップアイテムや無敵アイテムの追加などされ、ゲームバランスも良くなり前作よりも処理落ちしなくて快適にプレイできる。さすがに2人プレイは廃棄されたまま2人同時プレイができたらと評価が高かったと思う作品。続いての移植作
作品、1993年4月2日にメガ CD ソフトとしてリリースされたファイナルファイト CD。 スーファミ版で削られていたプレイキャラの3人全員参加。エリア4のインダストエリアロレントの復活。1画面に表示される敵の最大数は4人までに増え、待望の2人同時プレイができるようになっている。スーパーファミコン版よりも出来がいいだろうと思うのだが、グラフィックはメガドラの性能のためなのか殺風景なものになり、 CD 音源のアレンジ BGM が微妙な感じに。そこまではまだ許せるのだが、パンチが全員ハガーなのかと思うぐらいもっさりパンチになっており、パンチハメができなくなっている。2人同時プレイができ、プレイキャラ3人全員参加ということもあり、評価は高かったが、この操作性の悪さに評価を下げることになった。あと CD メディアなのでロードが長い。移植作品4作目としてアレンジ移植になるが、1993年6月11日にファミコンでリリースされたマイティファイナルファイト。ファミコンながらプレイキャラはコーディ、ガイ、ハガーの3人を選ぶことができるが、同時プレイはできない。ハードがファミコンということもあり、割り切ったアレンジ移植になっている。デフォルメされた可愛いキャラクター。なんといっても初代ダブルドラゴンのようにレベル制が採用されている。キャラ設定がコミカルにアレンジされ、同じジャンルのベルスグだが別ゲーム。ファイナルファイトらしい爽快感が楽しめる作品。初代ファイナルファイト最後の移植作品、日本国内最後のファイナルファイト。ゲームボーイアドバンスで2001年5月25日に発売されたファイナルファイト1リメイク作品になり、初の携帯ゲーム系のリリースになる。移植ベースはファイナルファイトガイだが変更され、追加要素まで加えられ、ファイナルファイト完全版と言ってもいい出来になっている。プレイキャラはコーディ、ハガー、ガイの3人なのだが、解放することによりゼロ仕様のシューディンコーディとガイを使用することができる。携帯ハードのゲームボーイアドバンスだが操作性が良く、通信ケーブルとソフトが2本いるが2人同プレイも可能。ファイナルファイトシリーズ屈指の良作。完全新作として1993年5月22日スーパーファミコン用ソフトとしてリリースされたのがファイナルファイト2になる。ストリートファイター2の大ブーム真っ只中。ヒットしなかった作品。前作で壊滅したマトギアの残党がガイの婚約者レナと師匠の源流祭を誘拐し、その2人を救出するといったストーリー。前作から引き続きハガー市長。基本ベースは一緒だが、バックドロップがブレーンバスターになり、引っこ抜きができなくなり使いにくくなっている。その代わり中パイルドライバーがスクリューパイルになり、さらにロシアのレッドサイクロンと被るようになった。2人目はファイナルファイト初の女性キャラとして誘拐されたレナの妹源流祭マキ。ガイと同じ流派ということもありスピードキャラになっている。攻撃力が低くリーチが短く正直使いにくい。キャラクターがガイと同じく三角飛びができるが微妙な技になっているのでロマン技。人気キャラだったためストリートファイター03アッパーやカプコン VSSNK2 に参戦している。3人目は市長邸に居候する謎多きキャラカルロス宮本。コーディに近いキャラで標準的なキャラで使いやすい。常に刀を背中に背負っているのにメガクラッシュ以外では使用しないといった謎の男カルロス宮本。あまり人気がなかったのが他の作品への参加はない。前作に比べグラフィックが小さくなり迫力と爽快感がなくなったため評価が低い。2人同時プレイができるようになったのは良かった。ベルスクファイナルファイト最後の作品として1995年12月22日にリリースされたファイナルファイトタフ格闘ゲーム全盛期、そしてスーパーファミコン後期の作品ということもあり高額ソフトとしても有名。1人目シリーズでおなじみのハガー市長。50歳という設定だがなぜかお下げのスタイルにプロテクターを使用していることもあり、フレディからどちらかというと北斗の拳の山の不動のようなイメージに、50歳を超えても相変わらずのパワーファイター。2人目ここで人気キャラ復活ガイ。今作でも動きが速くスピードキャラ。多段ヒットする技が多いのでなかなかの破壊力。今作でも三角飛びができる。3人目突如現れた青年ディーン。パワーファイターよりの性能でハガーより破壊力はないが移動速度が速い。投げ技が得意なのだが地面に叩きつける技なので巻き込みにくく囲まれやすい。このディーンも他の作品に参戦していない。4人目として女性キャラルシア。メトロシティ CK ガイの次に速いキャラなのだが武器を振るうスピードが遅くリーチも短いので正直強くないキャラクター。人気キャラだったのかストリートファイター5に参戦した。ゲーム自体は前作ファイナルファイト2よりも攻撃力が高くなり爽快感が出ておりコマンド入力により必殺技ダッシュなど
ことができるようになり、ゲーム性はアップしている。しかしパンチハメができなくなっていたり、コマンド技やダッシュがファイナルファイトっぽくないという意見もあり、賛否両論を生んだ作品。ファイナルファイト最大の問題作、ファイナルファイトリベンジ。1999年7月稼働開始。そして唯一の移植作品として2000年3月30日にセガサターン版が発売された。ストーリーはファイナルファイトシリーズとつながっており、マッドギアの残党により再びジェシカが行方不明になる。 3D グラフィックなのだが 2D 格闘ゲームに近いシステムになり、軸移動もできる。このいきなりのジャンル変更は困惑したものが多い。ゲームの出来もやばく、ファイナルファイトやカプコン屈指のクソゲーと言われる作品としても有名。プレイキャラは初代ファイナルファイトから10人参加。そしてなんといってもラスボスのベルガー。ファイナルファイトでビルから落下して死んだはずのベルガーがゾンビとして復活。このゾンビベルガーにはドグモを抜かれた。ファイナルファイトタフも高いが、このファイナルファイトリベンジのセガサターン版も高額即答としても有名。最後のファイナルファイト日本未発売になるが、2006年にプレイステーション2と XBOX でリリースされたファイナルファイトストリートワイズ。こちらは 3D グラフィックの 3D アクションになっている。シリーズにとどめを刺した作品としても有名。カプコン USA が制作し、設定がむちゃくちゃ。主人公はコーディの弟になり、ストーリーがストリートギャングやいけないお薬などが出てくるので日本で発売できなかったのかな。ゲームの出来はクソゲーではないものの微妙な出来上がり。それよりもラスボスが薬漬けになったコーディ。そんなこともあり、ファイナルファイトシリーズ黒歴史作品としても有名。今回はファイナルファイトシリーズを見ていきました。あなたどの作品が好きですか？プレイしたソフトコメントで教えてください。今回の動画はこれでおしまい。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。